今回の産業まとめ。ポスコに対する痛烈批判。軍の金脈、ガス田事業。追放されれば全てを失う。ミャンマーではクーデターを起こした軍と、独裁に反対するデモを行う市民の間で激しい衝突が起こっています。その中で、韓国企業を名指しして批判する垂れ幕やボードも見られます。ツイッターでは、ポスコストップサポーティング SAC というタグで訴えています。SAC とはミャンマー軍が独自に作り上げた国家統治評議会のことで、クーデター以降の国家最高指導機関です。デモ隊は、韓国の巨大鉄鋼企業ポスコがクーデター以降も軍部政権に対して経済的利益を与えていると批判しています。ポスコはこの状況を鑑みて、4月16日にミャンマー法人と軍部所有企業 MEHL との関係を終了すると発表。しかし現時点では関係終了について何の進展もなく、依然としてガス田事業の収益が軍に渡ることになるようです。同様にデモ隊から批判を浴びていた国際企業トタルとシェブロンは、合弁事業の株主総会で現金配分の停止を決議したと発表しています。ポスコはこうした流れに完全に乗り遅れることで、欧米社会からも批判を浴びています。ポスコはミャンマーから中国へのパイプラインの収益配当を中止すると発表しましたが、まだ対応は不十分で依然として軍にお金が流れると指摘されています。ポスコとしてはこのままでは巨額投資を行って得た現在のミャンマーでの立場の全てを失いかねないことから、慎重に対応をしています。編集所感。今回の概要。ミャンマーポスコのこれまで、軍との関係、あるでしょ。圧迫を受けてしぶしぶ対応。韓国のポスコといえば鉄鋼企業としての側面がまず思い浮かぶことでしょうが、そこにとどまらず、商社やデパート、資源開発なども行っています。財閥の統廃合というか、解体された財閥から一部事業を買ってなどということがいろいろありますからね。ポスコはミャンマーに複数の現地企業がありますが、ガス田で問題となっているのは商社であるポスコインターナショナル。こちらは旧デウインターナショナルで、デウグループ解体後の2002年からミャンマー海上でガス田の発掘作業を行っていました。2010年にはポスコグループに売却されましたがこの事業は続けられ、2014年から本格的に利益を上げているということです。軍との関係性は昨年9月に人権団体アムネスティなどで指摘をされていて、ミャンマー市民からも軍の資金源になっていると指摘されています。そう。ポスコへの糾弾はこのクーデターが始まる以前から指摘されていましたが、特に対応は行っていなかったわけです。一方で韓国の一部メディアからは、ポスコは軍と関係がないなどと反論が展開されていますが、怪しい点もいろいろ見つかっています。過去にポスコインターナショナルはミャンマー海軍に対して軍艦を輸出しようとして、防衛事業庁に保留されたと MBC は報じています。最終的には揚陸船ではなく、民間使用の多目的支援船として書類を整えて輸出したそうですね。同じ船をインドネシア海軍には上陸支援船として輸出していたそうですね。ある種、ポスコにとっては政治的背景はどうでもよくて、あくまでビジネスとして、ということなのでしょう。倫理観問われかねないですが。そもそも最初にガス田開発に着手した2000年代も軍事政権下でしたからね。韓国企業にはそういうのはあまり関係ないようです。とはいえクーデターでミャンマー軍が市民に攻撃を加え始めると、韓国政府はミャンマー軍への軍需品輸出を停止しています。ミャンマー軍支援自体が国際的な批判を浴びることになるという世論を意識してでしょうね。そうなるとポスコもこれまでのようなあくまでビジネスという態度を貫けなくなったのでしょうね。4月16日に声明を出して、軍との関係を終了させる方向で動くとしています。要するに何かしらの利益供与関係にあったということです。他の国際的なガス田開発企業は、ポスコに先立って現金支払いの停止を発表しました。ポスコは対応が後手後手になりましたが、中国向けパイプラインの配当金支払いを停止すると発表。あ、そんなものがあるんだ。とふと思いましたが、これはひょっとしたらムン・ジェイン大統領の中国の夢の一部なのかもしれません。政治体制がどうあれ、このガス田事業はミャンマーを支援してきたということです。国営企業を通じてね。それが今や実権は軍部が握っている状況で、
何もしなければミャンマーへの貢献は軍部への貢献になるということ。今回は市民の殺傷も相まって今まで通りではダメだということですね。企業としては利益より人権優先と言いたいところだけど言えないという現実があるのでしょう。まあ、人権については韓国政府も中国様に配慮して曖昧な態度しかとっていませんからね。相手が国営企業なだけにたちが悪い。しかし軍部の顔色を伺えば世間から非難され、契約不履行となれば追放されかねない。非常に難しい判断を迫られているわけです。トタルやシェブロンは多少ごねたけどあっさり引きましたけどね。まあ彼らはスーパーメジャーだし。ポスコは鉄鋼なんかでも軍所有企業との取引があって、こちらも問題ありと指摘されています。一部では対応していたりしなかったり。思い切って欧米は欧米、韓国は韓国みたいな態度を示すことができればいいんでしょうが、今は運よくこの状況が終わるのを祈りつつ対応を遅らせているように見えます。皆さんならどう判断しますかね。巨額な利益を諦めてでも建前的に人権蹂躙に反対するか、ビジネスと割り切って事業を継続するか。ポスコはまごまごしながらも制裁が怖くて人権重視かなみたいな曖昧な態度をとって呆れられていますが。ミャンマーってモンゴルの近くだっけ？全然違うって。あ、そっか。モンゴルって北の方だよね。なんかいつも寒そうな格好してるし。そうだよ。中国とロシアの間だよ。あ、そうなんだ。じゃあミャンマーは南の方でしょ？どこを想像してるか知らないけどそうだよ。念のためタイの左上、インドやバングラデシュの右側ね。あの辺りね。うん。だいたいわかった。地図だそうか。ここだよここ。なるほどね。ところでモンゴルってビルとかあるの？あるよ。でミャンマーの話だってば。知ってるよ。なんか大変なことになってる映像を見たことがあるよ。それで、モンゴルって言うと、動物に乗ってるイメージだよね。遊牧民がいるからね。でさてはミャンマーがわからなさすぎてってことだよね。それ。うん。なんでこんなことになってるんだろうね。ここで説明した方がいい？難しい。簡単にお願い。軍は昨年の選挙に多くの不正があったと主張してるんだけど、スー・チー氏らがそれを無視して新政府を発足させようとしたことを非難してるんだよ。スー・チーさんって、あの人ね。なんか知ってる。それで国家非常事態だからといって憲法上の手続きとして今回の行動に出たとしている。だからクーデターではないという主張。やっぱり難しいね。要するに自分たちが権力が欲しかったってことでしょ？まあそうだね。主張している内容は大げさだし、過度な拡大解釈に基づいて行動してるよ。これっていつもの解決しないパターン？選挙のやり直しを主張しているけどどうなんだろうね。またやっても勝てないから、民主派を追い出そうとしてるけど。コロナで大変なのにこんなことしてる場合なのかな？軍のこうした行動の方が異常事態を作ってるんだよ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。私のマンションはね、南側にベランダと西側に窓があるの。そうなの？もう何年も白雪さんの家行ってないけど。そうだよ。結構見晴らしが良くてね、少し遠くのビルとかも見えるんだ。白雪さんの家の周りってあんまり高い建物ないよね。そうだね。何十階建てとかはないね。それで寝るときにね、いつもベランダと西側の窓をチェックするでしょ？チェックって戸締まり？ベランダとか窓の前に誰かいたりしないよねっていう確認。誰かいたらその時点で怖いけどね。で、それだけじゃなくて、毎晩寝る前に窓の外を見回していたら、どのマンションのどの部屋の人が何時まで起きているか、分かってきちゃったの。そんなに注目して見てるんだ。白雪さんはあれが趣味だもんね。観察ね。それで、いつも夜12時過ぎても明かりがついている部屋が真っ暗だったりすると、あれ？こんな時間までお出かけかな？それとも体調悪くて早めに寝ちゃったのかな？なんて勝手に心配しちゃったりするよね。勝手に想像してるんだ。笑える。それでね、南側のベランダに出るとね、少し遠くの方のビルが見えるの。そのビルの5階のフロアがね、夜中の1時過ぎてもこうこうと電気がついているんだよ。それは家。
家じゃなくて会社だよ。カーテンがないから中に人が歩いてるのも見えるんだよ。それは裸眼で見てるの？双眼鏡とかなしで。裸眼だよ。いくらなんでもそこまでしないよ。したいけど。私の毎晩のチェックによるとね、平日だけじゃなくて土曜日も夜中まで電気ついてるんだよ。月に1回は日曜日もついてる。無駄に生態系に詳しいね。それって働いてるのかな？これって、サービス残業のブラック企業というやつじゃないかなって思うんだよね。いや、多分小さな会社の社長がダラダラ仕事してるんじゃないかな。お家よりも気が楽なんだよきっと。それは寂しいね。だからね、この前お散歩のついでにそのブラック企業を見に行ったんだ。勝手にブラック企業って言ってるし。そのビルにはいくつか会社が入ってるんだけど、窓の場所からして、多分某なんとかコーポレーションなの。その後ネット検索したら、どうやらデザイン系の会社っぽいよ。そういうの調べちゃうんだ。で、何のデザインしてるの？建築系だったかな。やめといた方がいいよ。この会社には絶対転職したらダメ。過労死しちゃう。たくさん働いてるの？少し小太りなおじさんが窓際で電話したりしてるよ。多分奥さんから、まだ帰らないのっていう電話に、もう少しかかりそうなんだって答えてるんだと思う。また妄想が始まったね。夜はその人だけしか窓際に来ないから、実際何人いるかわかんない。そんなとこまで見えるんだ。っていうか見てるんだ。たまに夜10時くらいに電気が消えてると、なんで？もう帰っちゃったの？ってちょっと寂しくなるよね。全然理解できないけど。それにしても私ってやっぱり探偵業に向いてるんじゃないかな。いや、覗きの趣味が。観察が好きってだけじゃないかな。